2023年9月の予定でカローラクロスがマイナーチェンジされるそうです。未だ納車待ちの方、最近納車されたばかりの方も多いであろう中で、マイナーチェンジだよって騒ぐのはちょっと心苦しいのですが、変わらないでほしいと思う部分もありますので動画にしました。動画は予想されている変更点、変更を望みたい部分望まない部分、価格の予想となっています。最初に噂されている変更点ですが、ガソリンモデルもハイブリッドモデルもビッグマイナーとも呼べる大きな変更が噂されています。ガソリンモデルはエンジン変更、ハイブリッドモデルは THS の世代交代で力強さがアップ。まずガソリンモデルは3気筒 1500cc への変更か4気筒 2000cc への変更、もしくは両方のラインナップが噂されています。M15A か M20A への変更でしょうね。で、マイナーチェンジ前の 1800cc、ガソリン車用の 2ZR というエンジンですが、これとカローラクロスの組み合わせね、非常に印象が良くて、とっても印象良くて、それが低回転でマイルド、中回転で気持ちの良いエンジンオイルごめんなさい、エンジンオイルじゃないですね、エンジンノイズ、そして上も回るというね、完璧とも思える印象でした。これが変更になると、燃費向上はね予想できますが、音と振動の目指す3気筒か、良くも悪くも元気いっぱいの4気筒、ダイナミックフォースエンジンですね。で、どっちも個性が強まるんじゃないかってね予想できます。黒子的に徹してくれているのは多分現状の 2ZR で、これに合わせて CVT もそうで、マイナーチェンジ前はねスムーズと感じられるタイプで、エンジン変われば CVT も良くも悪くもダイレクト感高まる新世代タイプに変わると思われます。続いてハイブリッドモデル THS は通称第5世代に進化、効率や最高出力がアップされます。あとアメリカ仕様のカローラクロスですと 2000cc のハイブリッドが搭載されたそうですから、もしかしたらね大幅価格上昇とセットでこれ積まれるかもしれませんけれども、なんかねなさそうという予想がね見方が多いです。他のトヨタ車、例えばノアボクシーなどから指して違いの大きな 4WD モデルでバッテリーがリチウムイオンタイプになります。同時にリア用のインバーター等が立派になって、もしくは搭載されて 600V に昇圧、従来のニッケル水素電池からすれば、負荷をかけてもね電圧が落ちにくくて重量も軽くて、エンジン始動しない範囲でね得られる加速力が増すでしょうし、あと加速時にリア駆動の感覚がね出てくるかもしれませんから、合わせて車の上質感が高く感じられるように、そんな変化が期待できます。一瞬だけブレークということで同等のエンジンを搭載するヤリスクロス、ハリアーの音を出します。 OK。 OK。 感能性能でしたら高音域の響きで M20A のハリアーでしょうし、マイルドな響きで 2ZR カローラクロスも捨てがたい。これどう変わっていくかね気になります。そうしましたら装備面での変更予想を見てみます。まずフル液晶のメインメーター、上級グレードの Z のみと思われる装備です。高いので、良いのは当然として、トヨタって昔からメインメーターで差別化してくるのが、悩ましいですよね。ここすごくね重要な部分ですからね。また今映っている G グレードの 4.2 インチはオプションで7インチに変更可能となるそうです。それからディスプレイオーディオプラスとなって最上位は 10.5 インチになるそうです。全体では8インチ、10.5 インチ、あとディスプレイオーディオレスもね用意されるというのがね言われていますが、どうなるか楽しみです。これアフターパーツのナビが取り付けられるとすれば、その DIN 規格、DIN という規格でねアフターパーツって規格が揃っているんですけれども、それ取り付けられれば、容易にね古くなったナビを新しくするなんてことができますから、ここね楽しみです。ボディデザインですと欧州仕様と共通化が進むのではないだろうかというのがね、それから GR スポーツの登場が噂されています。海外仕様を見るとスポーティーというよりはワイルド系の化色がされている様子です。で、あとボディカラーではね注目度高いグレー系の追加が予想されていました。今ある薄めのセメントグレー、これにプラスして濃いめのマッシブグレーが追加予定です。そういえばトヨタのボディカラーって名前から色が想像しやすくてね良いなって思います。
このセメントグレーといえばね、薄め、マッシブといえばね、濃いめ。もうここの関係見てもね、すごくわかりやすいね、ボディカラーの名前です。可能だったら、もしくは価格に影響がない範囲で望めるとすれば、変更を望みたい部分、合わせて変更を望まない部分、挙げています。最初に、改良を強く望みたい部分、ドアのスイッチパネルです。スイッチが面というか面からね、飛び出ていて、しかもドアグリップと位置が近い。つまり、ドアを開けたり閉めたりするときに、いつの間にか押しちゃってるってことがね、ありました。試乗中こんなことがありました。ハッチを開けに行ったら閉まっている。ドライバーがコンビニに行ったら自分リアシートに閉じ込められた。最初はスマートキーが壊れてるんじゃないかってね、本気で思いました。で、この日はね、自分と彼とその2人のドライバーが同じことしちゃってましたから、このスイッチパネルは改良を望みたいと思います。それからガソリンハイブリッドともにブレーキのタッチ。抜き切る瞬間の食いつきが強くて滑らか操作に神経を使います。ガソリンモデルはね、もう言うほどのこともね、ないんですけれどもね、ハイブリッドの方はもういつも散々言ってますので、ちょっと省きます。その他ですと、サスペンションのバランス。ガソリンモデルはもう変えないでって思います。操縦性と乗り心地のバランスは、すごくハイレベルですし、細かなざらつきとダイレクト感のバランスは違和感を感じないバランス、運転しやすいですし、快適性も高いです。で、自分基準で言うと、もう十分だから、変えないで、その代わり価格も上げないでっていうね、気持ちです。ハイブリッドモデルはかなり柔らかいサスペンションで、柔らかくゆっくり上下する印象。ゆったり感ともね、思える乗り心地が魅力です。大きな入力でもガツンと来ないので、単純に乗り心地良いです。で、柔らかいということは、入力のあった瞬間の衝撃が弱い反面、操縦性や安定性でスムーズな運転が難しくなるというバランスです。カローラクロスではガソリンモデルがめちゃくちゃ良いバランスですから、ハイブリッドもね、例えばフロントを少し硬くするとか、ちょっとバランス変えたらマニアックに運転される方とかにもアピールできると思いますが、いかがでしょうか。逆に、とにかく柔らかい SUV がお好みとなれば変わってほしくない部分でしょう。柔らかくてしかもぴょこぴょこしにくい SUV って結構貴重です。どっちにしても多分これね、ハイブリッドシステムのパワーアップに伴ってリセッティングされてくるのかな。そういう可能性がね、高いと思います。で、ちょっとね、後ろ車いないんで減速して踏んでみますね。メーター読み20キロ。ここからちょっと踏んでみます。じわっていきます。はい。踏みます。はい、全開です。また GR スポーツ、これの登場が予想されていますから、ハイブリッドでも走りやすいサスペンションバランスとか、電動パワーステのね、良い味付け、ゾクッとしちゃうようなね、味付け、そういった、そういう需要には GR スポーツが応えてくれるはずです。価格的に300万円ぐらいだったら、スポーティーグレードは割高なんてね、感じない範囲で選びやすそうだと思います。マイナーチェンジ前の価格はこんな感じです。199万円のグレードはちょっと省いています。これをもとにマイナーチェンジ後の価格を考えています。ヒントにするのはライバル社。ライバル社との関係から反則分の気持ちになって予想しています。まずガソリンモデル。ガソリンモデルで引き合いに出したいのはマツダの CX30。価格は246万円スタート。内装の特別感高くて、車内静粛性も好印象。カローラクロスと比較すれば、ここに分かりやすい違いがあります。なので、価格差が10万円を切ると、カローラクロスは厳しい評価が飛んできそうなので、10万円アップの234万円スタートと予想をします。続いてハイブリッドモデル。こちらは今まですぐ上に位置していた CHR がなくなりましたので、RAV4 より安ければ、上げたい放題というね、そんな状況かもしれません。加えて、よく比較されるホンダのベゼル。もともといいお値段でしたが、こっちさらに上がっていますからね。なんでしょう。善意のかけらもない自分が価格設定責任者だったら、30万円アップの290万円以上のね、スタートにします。ハイブリッドが上げ放題という理由にはもう一つあって、それは売却価格です。サンルーフついたモデルでしたら、新車価格の 130%、そのくらいでね、オークション取引されています。つまり、新車価格以上です。適正な価格は中古市場が決めるという原理からすると、大幅アップも全然ありなのかなと。実際は安すぎると感じたガソリンモデルで10万円程度アップし、234万円スタート。ハイブリッドはそれとバランスとってガソリンプラス35万円から37万円くらい。トヨタ車でよくある価格差にして調整してくるのではないでしょうか。2023年9月が予定されているカローラクロスのマイナーチェンジ。パワーユニットの変更が予想される大きなものです。
と言っておいて、本当に言いたかったのは変わらないでいてほしいと思う部分もあるということ。必ずしも後期モデルが最良というわけでもね、ないよねと思います。今も納車待ちという方、最近納車されたばかりという方もたくさんいらっしゃるでしょうし、自分一人くらい、こんなこと言っていても、バチ当たらないでしょうとね、思っているので許してください。改良後に乗れたら、その時はもちろん、そっちの方が良ければ良いとはっきり言っていきますので、またどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。